LDH 史上最大のオーディション、アイコン Z ドリームズフォーチルドレン。ボーカル、ラップ、ダンス、男女問わずあらゆる才能を同時に募集した。総合プロデューサーのヒロを筆頭に EXILE トライブリーダーアキラ、 EXILE の小吉、そして3代目 JSOULBROTHERS 登坂広臣の3人がプロデューサーに決定。 LDH っていうか、EXILE トライブはですね、2006年ぐらいからオーディションをずっと繰り返して定期的にやってきたんですけど、そこでいろいろな仲間が集まって EXILE の第2章っていうのが始まったり、3代目 JSOULBROTHERS ができたり、GENERATIONS ってグループができたりみたいな感じで代々オーディションを経験して、すごく LDH と、オーディションっていうのを切っても切れない関係があるんですよね。で、その中で本当にコロナ禍で、たくさんのそういう夢を叶える機会を失った子たちもいるので、なんとか日本を元気にするためにそういう子たちの若い世代の皆さんの力にもなりたいという思いでオーディションを復活させたいと。時は1999年まで遡る。1999年、ダンスボーカルグループ ZOO のメンバーだったヒロが中心となり、ボーカル&ダンスユニット JSOULBROTHERS を結成。これが全ての始まりだった。そして2003年にあの曲が大ヒット。同じ年に発売したアルバム「EXILE ENTERTAINMENT」は初のミリオンセラーを達成。まさにサクセスストーリーを駆け上がっていった。ところが2006年、ボーカルのシュンが脱退を表明。まさにグループとしてこれからという時期にボーカリスト2人のうち1人が脱退。最大のピンチを迎えてしまう。このピンチにヒロが打った手、それがオーディションだった。なんと淳と並んで歌うもう一人のボーカリストを一般募集し、オーディションで選ぼうというとんでもないアイデア。新人のグループをオーディションで結成することはあっても、人気グループのボーカルをオーディションで選ぶとは誰も想像していない秘策だった。規定の書類を持って当日審査会場に来れば誰でも参加可能という、まさに規格外のオーディション。ただ歌がうまいだけとかやっぱりかっこいいだけではなくて、その人の持っている何かを感じたいっていうのがあったんで、直接全国を回って自分たちの目で確かめたいっていう。第一次オーディションから EXILE メンバー全員が審査に参加。会場には EXILE になりたいと夢を抱いた若者たちが1万人以上も集まったという。 EXILE 昔から、そうですね、できた頃から、ずっと自信はないですけど、伝えたいことが伝わったと思うので。そして日本武道館で行われた最終審査。集まった1万3000人の観客が見守る中、見事 EXILE のボーカリストの座をつかみ取ったのが高弘。第2章開幕。ほんの数ヶ月前まで美容師だった若者が淳の横で歌うボーカリストに。まさに一人の若者が夢をつかみ人生を切り開いた瞬間。そして同時にそれは LDH のオーディション伝説の始まりだった。ピンチに陥っていたはずの EXILE は高弘の加入によりさらにヒット曲を連発していく。
2008年アーティストトータルセールスで年間首位を獲得。さらに6枚目のアルバム「EXILELOVE」が年間首位を獲得。2007年2008年と2年連続でゴールドディスク大賞を受賞。オーディションがピンチを救い、オーディションが EXILE をトップアーティストに押し上げ、時代を切り開いていった。そして LDH はそれからこれまでの15年間に11回に及ぶオーディションを開催。数々のスターを次々と誕生させていく。3代目 JSOULBROTHERS、 GENERATIONS、 ザ・ランページ、ファンタスティックス、そしてバリスティックボーイズ。オーディションにより若者たちに大きな夢を与え、新たな物語を紡ぎ続けてきたのだ。そして2021年、オーディションによって成長してきた LDH が今史上最大規模で開催するオーディション。総合プロデューサーヒロを含めた4人のメンバーが会議室に集まった。いやワクワクしますよね。あとやっぱエネルギー3人がもうすごくからすごく本当に楽しみです。やっぱりこれからはさらなる世代のために、自分たち自身のためにもですね、自分たちが舵を取ってしっかりと未来を切り開いていけるようなネクストステージを築き上げたいなと。LDH のオーディションって、その合格したから全て OK ではなくて、やっぱりこう同じ仲間として受け入れるって覚悟でオーディションをずっと繰り返してきたので、こういう3人を筆頭に他のメンバーもそういう仲間になってるわけじゃないですか。そういう覚悟で3人にも選んでほしいですし、アイコン Z 男性アーティストのプロデューサーを務めるアキラ。2019年 EXILE トライブのリーダーにも就任したヒロが自分の DNA を託したい男だ。EXILE との出会いは20年ほど前、クラブで踊っている姿がメンバーの目に留まり、 LDH が始めたダンススクール EXPG スタジオの立ち上げに参加。2006年パフォーマーとして EXILE のメンバー入りを果たす。その後はパフォーマーにとどまらず俳優など幅広い分野で活躍。EXILE トライブのリーダーを託されるまでになった。度胸もねえくせに気がってんじゃねえとこだ。これからオーディションに参加してくれる方々にはとにかく新しい時代を切り開いて、くれるような、そんな強い思いを持って参加してもらいたいなと思いますし、何かが始まる感っていうのが今めちゃめちゃ漂ってるので興奮します。男性アーティストのプロデューサーを務める小吉。3次審査で落選したものの、何かあったら必ず声かけるんで鍛えといてください。さらにヒロの言葉を胸に歌の実力を磨き続けた結果、翌年2代目 JSOULBROTHERS に抜擢され、その後憧れの EXILE にも加入。夢を諦めずにチャンスをつかんだ男が今回はプロデューサーという立場に。難しいですね。いや超えるとは言いません。やっぱり自分自身そこで食らってきて、やっぱり才能ってものすごいものだと思います。でも努力によって才能ぐらい何か魅力的な人になることはできると思うんです。エンターテインメントっていうのは点数がないので、勝ち負けっていうのはないので、なのでその魅力という部分に関してその努力で何かを補って自分というアーティストを作ることができるので、挫折も人生の素晴らしさなので、そこの人生の美しさを
新しい若い方々に感じて、僕がこう伝えられたらななんて思いますけどね、このオーディション決まっていろいろすごく振り返って考えてみたんですけど、本当に夢がある話だと思うんですよ。受けてた人が時を経て、要は夢を叶えようと思ってた人が夢を与える側になれたっていうか、アイコン Z ガールズグループをプロデュースする登坂広臣。登坂自身もかつてオーディションによって夢を与えられ、夢をつかみ人生を変えた一人だ。23歳アパレルショップで働いていた時に EXILE のボーカルバトルオーディション2にエントリー。2010年3代目 JSOULBROTHERS としてデビュー。その後はソロアーティストとしても活躍する登坂が今回本人たっての希望でプロデューサーの座につくことになった。やっぱ自分もオーディション経験して思ったのが、もちろん技術スキルって絶対アーティストになる上では必要条件で必須にはなるんですけど、それ以上のものにやっぱ見てる側は惹かれる部分って正直あったりもするので、そういった強い思いを持ってればこのオーディション始まる段階では上手じゃないとか自信を持ってる自信を持ってないは関係ないので、とにかく夢を持ってエネルギッシュに挑んでくれる子を心待ちにしてますね。はい、オーディションというより夢がありますし、ものすごくワクワクしてますね。その人の人生を見れるっていうことの、第一歩目がすごくそのオーディションなんで、はい。3代目とか決める時のパフォーマーに見てる時思い出すらエネルギーやばかったですからね。やっぱりやる時のみんなのパフォーマーの。ジャンルの幅もやっぱ5年前とか6年前とか全然また広がってますよね。ピアノとかもこういうのでもこう見せれるから、今回の審査いいですね。
しながら生